皆さんこんにちは。このポッドキャストでは日本の文化や生活について優しい日本語で紹介します。今日は日本の小学校についてお話しします。日本の小学校は7歳になる年から12歳の年までの子どもたちが通う場所です。義務教育といって全員が必ず通わなければならない学校です。今回は日本の小学校の仕組みや授業、学校生活、行事などを詳しく紹介します。これを聞けば日本の小学校生活がイメージできると思いますよ。日本の小学校は6年間です。1年生は6歳から7歳、6年生は11歳から12歳くらいです。学年は4月に始まって3月に終わります。大体の学校が1年間3学期制で、4月から7月が1学期、9月から12月が2学期、1月から3月が3学期です。夏休みは約40日間、冬休みは約2週間、春休みも約2週間あります。小学校では国語、算数、理科、社会の4教科を中心に勉強します。それに加えて音楽、図工、体育、家庭科などの授業もあります。最近は外国語の授業として英語やインターネット社会に備えた授業も増えています。授業はだいたい1コマ45分、1日に4から6コマあります。授業は教科ごとに先生が変わるのではなく、基本的には担任の先生がほとんどの科目を教えます。ただし音楽や英語など専門の先生が教える科目もあります。日本の小学校の大きな特徴は給食です。給食は学校で作られる昼ご飯で、子どもたちはクラス全員で同じものを食べます。ご飯、パン、牛乳、野菜、肉や魚など栄養バランスを考えたメニューです。子どもたちが交代で給食当番になり、白衣と帽子をかぶって配膳します。給食の時間が近づくといい匂いがしてくるのでワクワクしていました。また、日本の小学校では掃除の時間があります。授業の終わりや昼休みの後に子どもたちが自分の教室や廊下、トイレを掃除します。掃除を通して協力することや感謝の心を学びます。高学年になるとクラブ活動や委員会活動があります。クラブ活動はスポーツや音楽、科学など自分の好きな活動を選んで参加します。私は家庭科クラブでお菓子などを作っていました。委員会活動は図書委員、放送委員、美化委員など学校を良くするための役割です。人気のある委員会は争奪戦なのでじゃんけんなどをして決めていました。日本の小学校には1年を通して様々な行事があります。一つ目は入学式です。入学式は1年生が学校に入学することをお祝いする式です。そして2つ目、運動会は赤組だったり白組だったり黄色組だったりいろいろな班に分かれて競争する行事です。3つ目の遠足はお弁当やおやつを持ってみんなで公園や博物館に出かける行事です。山を登ったりすることもあります。で、4つ目、修学旅行は6年生が京都だったり奈良などに行く旅行です。行き先は地域によってまちまちかなと思います。クラスでまとまって見学をしたり、班に分かれて行動したりもします。次に林間学校や臨海学校は自然の中で泊まる体験学習です。飯盒炊飯といって火を起こしてご飯を炊いてカレーを作ることもあります。で、最後は学芸会です。音楽会だったり合唱祭という学校もあるかもしれません。劇や合唱、演奏などを発表する会です。小学校ではこれらの行事を通して子どもたちは友達との絆を深めます。クラスや班で何かを成し遂げる経験はとても大事だと思います。日本の小学生はランドセルという特別なカバンを使います。教科書やノートを入れるために作られた丈夫で長く使えるカバンです。
昔は赤や黒が多かったのですが、今は様々な色があるので、自分の好みに合わせて選ぶようです。ランドセルは重いので、体の小さかった1年生の時は大変だった記憶があります。また、上履きという学校専用の靴に履き替えて生活します。金曜日に持って帰って週末に洗って、月曜日にまた学校に持っていくというサイクルでした。そして朝は朝の会で一日が始まり、帰る前には帰りの会があります。ここで先生やクラスメイトとの一日のことを振り返ります。先生から親に伝えてほしい連絡などもこの時間を通して行われていました。授業が終わると子どもたちは下校します。学童保育に行く子どももいれば、友達と遊んでから帰る子もいます。日本の子どもたちは公園で鬼ごっこをしたり、サッカーや野球をしたり、外で遊ぶことが多いです。また、放課後に習い事をしている子もいます。例えば、ピアノ、水泳、ダンス、英会話、その他のスポーツです。私はピアノと水泳、バレーボールを習っていました。学校以外でも友達ができるので、とてもいい経験になります。日本の小学校は地域とのつながりも大切にしています。地域の人が学校に来て安全を見守ったり、一緒に行事を楽しんだりします。登下校を見守ってくれた方もいました。暑い日も寒い日も子どもたちの安全のためにとてもありがたいことです。また、防災訓練や地域清掃など、社会と関わる活動もあります。今日は日本の小学校について詳しくお話ししました。皆さんの国の小学校とどのような違いがありましたか？日本の小学校は勉強だけでなく、給食や掃除、行事を通して子どもたちが成長できる場所です。協力すること、責任を持つこと、地域とつながること、こうした経験は大人になってからも役に立ちます。実際に私も小学校でいろいろ経験したことが今の生活に生かされていると感じます。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。